こんにちは、とうこです。最近デイキャンプに行ったんだけど、めっちゃ空綺麗。それで初めての外撮影だと思って楽しみにしてたんだけどさ、私が雨女すぎて、もう雨風やばくて撮影どころの騒ぎじゃなくってね、もうタープも飛んだし、もう命がけという感じで全然おしゃれのおの字もなくてさ、悔しいけどとりあえず記録に残します。あの虫歯ができたかもしれない。これから歯医者行こうと思うんだけどさ、虫歯ができたかもしれない。正直私歯磨きが上手なところは自分のいいところだと思ってたの。私まず下の親知らずが眠ってってさ、時々その親知らずがこううずく左手がうずくみたいな言い方だけどさ、その親知らずがねうずく時があって、3日ぐらい前にいつものこう歯茎がうずくみたいな、そういう症状が起きたんだけどさ、それでそのうずく部分を鏡で確認したら、歯の上部、歯のてっぺんの溝か、歯のてっぺんの溝になんか黒茶色っぽいさ、シミというかなんというか汚れがついてて、こんなこと言うなって感じ。汚いよね。でもね、引っ越してから歯医者行けてなくて、地元に行った時は3ヶ月に1回ぐらい歯医者行ってさ、クリーニングしてもらってたんだけど、引っ越してから歯医者探さなきゃなーっていう気持ちのままぼんやり過ごしてて、さっさと行けばよかった。私さ、人生で一番屈辱的だったのって高校生の頃に歯医者さんで歯医者のねお姉さんと一緒にやった歯磨きトレーニング、あれが一番人生の中で屈辱的だった。その高校生の時さ、久しぶりに歯医者行ってちゃんと磨けてないねって言われてしまい、じゃあお姉さんと一緒に歯磨きトレーニングやろうかって言われてお姉さんと一緒にこうシャカシャカさ、あれが本当に恥ずかしかった。だから私それが悔しすぎて、その後めっちゃ歯磨き努力してさ、褒められるレベルに達したんですけど、でも歯ってやっぱりさ、もう歯医者に通わないかんのよね。結局自分だけじゃさ綺麗な状態に保てないんだよね。コンシーラーすんの忘れた。いいか。いやダメだ、コンシーラーだけはちょっとしないとダメだ。私どちらかというとニキビよりもシミができるタイプなんだよね。だからもうシミが本当にやばい。虫歯だったら嫌だな。でも私もう一度人生やり直すとしたら、歯の学校ちょっと行ってみたかったなって思う。今日なんかお天気悪くてさ、霧がすごくて、田舎あるあるか、霧って。なんか晴れてきたわ。私パーソナルカラー診断したことあって、でもゴリゴリの生粋のブルベだったんだけどさ、ファーストがブルベ冬でセカンドがブルベ夏で、なんか私正直その診断する前まではめちゃくちゃイエベだと思ってたので、自分で勝手にイエベ焼きだと思ってて、イエベ焼き系の色の服とかコスメを使ってたんだけどさ、ある時ね、オレンジのセーターを買って、自分に似合うと思ってね、オレンジのセーターを買って着て、鏡の前で自分を見たらさ、そのセーターのオレンジが眩しすぎて自分の顔が見れなかったの。だからと思って、何これって思って、でもうこれは診断を受けようと思って受けたら真逆のブルベ冬だったという。あの時は驚いたな。よくさ、服を着た時に服に目が行くか自分の顔に目が行くかで似合っている似合ってないが分かるみたいな言うけどさ、極端な色を着たら素人目でも分かるんだなって思った。でもさ、私反省したのがさ、今までアズーが例えば服とかこの色いいんじゃないって言ってくれてた色って全部私がパーソナルカラー的に似合う色だったのよ。でも私はその時イエベだと思ってたからさ、そんな似合うわけないじゃんみたいな突っぱねてたんだけど、アズーは今までずっと私に似合う色分かってたっていうことに後から気づいて、ごめんねって謝りました。やっぱりさ、自分に対してさ客観的でいるって本当に難しいことだよね。歯医者って結構さ当たり外れがあるじゃない。なんか危険な歯医者があるじゃん。それじゃないことを願うしかないな。なんかこういう嫌な予定の時ってさ、ついついさ時間先延ばしにしちゃうんだよな。こんなラメとか塗ってる場合じゃないんですけど。しまった。ちょっと歯医者だからリップ塗んのやめとくわ。こんなさ気遣いできる女が虫歯なわけなくない
私もう生粋のさ一重なんだけど、やっぱさ10代の頃はめっちゃコンプレックスだったから、それこそさ一重あるあるでさ、初めて買ったコスメってさアイプチじゃない？二重になりたくてアイプチ買うっていう。だから10代の頃はもう将来大人になったら絶対二重にしてやるって思ってたんだけど、なんかこのさ二重の方が一重よりもいいとさされてる日本社会でさ、自分でわざわざ金払って二重にするのが私はね悔しくて結局しなかったな。全然その二重にするしないは自由だから人それぞれでいいと思うんだけどさ。あとやっぱり K-POP にハマったのがでかいかも。イッチーンのさイエジとか初めて見た時、正直私その日本人女性としてさ、がっつり一重切れ長の子もアイドルになれるんだって思って。いやもちろんイエジ様はさもう全てのパーツが美しいでございますけれどもそうそう、だから結構それが衝撃で励まされたというか、まあ私もこのままでいいかなという。悔しい。とにかく自分が特にコンプレックスだと思ってなかったものが相対的にコンプレックスだと感じるようになり、それをわざわざ自分のお金、貴重なね大事なお金払って直すっていうのが私はちょっと腹立たしいので、まあとか言っていつかしてるかもしれないねよし、やっぱリップ塗らないと薄いね顔。まあいいだろう。じゃあちょっと頑張って行ってくるわ。でも私常々思うんだけどさ、もし自分が平安時代に生まれてたらめっちゃモテてたと思う。顔薄くて丸顔だからさみんな虫歯なかったよ全然虫歯なかった。よかった。虫歯どころかさ歯が綺麗すぎるって褒められましためっちゃ嬉しい。もう私今後の人生で褒められることってもう歯ぐらいかもな。歯磨きが上手ですねって、それぐらいかも。だから歯ってさちゃんと自分でケアすれば本当に綺麗になるんだよね。鼻歌を歌えるぐらいまでには気持ちが回復したで、そのさ歯が黒くなってたのはその昔虫歯になって歯をちょっと削った部分、そこの境目部分にちょっと汚れが溜まりやすくなってるっていうだけだった。虫歯とかではない。歯医者さんも安全な歯医者さんだったので安心でした。問診でもさ普段どんなケアしてるかっていうので、歯ブラシ、フロス、歯間ブラシ、あとマウスウォッシュまで私はやってんのよ。それを記入してお姉さんに歯を見ていただいて、あそこまでこう徹底的に管理してても磨き残しとか汚れが残ってる人は結構多いんですけど、瞳子さんすごいですみたいな言っていただけて、マジで森なしで院内湧いてたから院長先生にも歯が揺れてないかとか、こう歯の溝の深さとか検査した後の数値見て、これは文句ないねみたいな嬉しいね。あんなに褒められたの初めて立った時ぶりぐらいかもしれん。しばらくちょっとさ絵の作業が考える系のラフとかアイディア出し系の段階になっちゃってさ、この動画撮る時に映えないかなという見応えがなくて申し訳ないなという、そんな気持ちなんだけど、もしかしてこっち向きじゃない方がいいのか。最近さ兵庫県で人に会ってるの。兵庫県で人と会ったり人とお話ししてるの。本当に
にご縁ってあるなって思って、私正直さ、もう 2,3 年は兵庫県で孤独に生きるかなって思ってたんだけど、そう覚悟してたんだけど、まさかこんな新しい場所に住んで1年も経たずにさ、新たな出会いとか人間関係が生まれて本当にびっくりしてる。ありがたいし、本当に感謝の気持ちという感じで、住んでる場所もメインどころから外れてるし、なかなかこうよっこいしょって営業をかけないと新しい出会いはないかなって思ってたんだけど、でもその面白いのがさ、新たなご縁があったのも今までのご縁のつながりというか、つながってってこうわらしべ長者のようにさ広がっていく感じがあって、よく有名人のインタビューでさ、たまたまとか偶然とかあるけど、それって本当に存在する現象なんだなってしみじみ思ったわ。だから常にいい姿勢で歩いていかなきゃね。私インスタメインで活動してるんだけどさ、最近ようやく YouTube やってますっていうのをインスタで告知してさ、私も正直 SNS に投稿するたんびにさ、めちゃくちゃ緊張するのね。これをアップしてどう思われるんだろうとか、そういうのがすっごく気になっちゃうんだけど、もう最近はもう一度きりの人生じゃんって思ってる急に軽い。自分がしたいことをすればいいし、あとそんな誰も自分のこと気にしてないし、だからもう投稿ボタンを押すたんびに、誰も気にしてない、誰も私のことなんか気にしてないからつってピッて押して投稿してる。それでインスタで YouTube の宣伝してさ、反応をいただけて本当にありがたい気持ちだったわ。中高の友達からもリアクションが来てさ、めちゃくちゃびっくりしたと同時に嬉しかったな。よし、じゃあちょっと音楽聴きながら集中してやるわ。てかさ、 YouTube でさ、なんだっけ、1年間でよく聴いた曲はこれ、よく聴いたアーティストはこれみたいな機能あるじゃん。あれさ、私さ、上半期の1位さ、ポムポムプリンのプリンとマフィンのポムポムビートっていうね、素晴らしい歌があるんだけど、上半期それが1位で、最近下半期の結果出てきて、後半何聴いてたかなと思って見たら、また1位さ、プリンとマフィンのポムポムビートだったの。そんな聴いたっけと思って。1年間でだいたい200回ぐらい聴いてて、あんだけ聴いといて200回だけなんだっていう気もしたんだけど、ちょっとプリンとマフィンのポムポムビートはマジでいい曲だからみんな聴いてほしいし、急いで作業する時とかすっごいいいの。こうテンポが速いから焦る気持ちが締め切り前とかにおすすめ。じゃあ皆さん、概要欄に初めての概要欄がこれ、概要欄にそのプリンとマフィンのポムポムビートを貼っておくので聞いて癒されてください。じゃあありがとう。